こんにちは、宇佐井正宗です。今回はあと一歩で実用化できる案を3つ紹介します。具体的には、ここを改善できたら使えるのにな、みたいなのを紹介する感じです。では早速やっていきます。最初1つ目は、チックタックロックグルカゴスターの矢印ルートです。まずは動画から見ていきます。左が案で、右が現行の RTA ルートになります。最初、左へ進んでいって、フリックを利用して3段壁キックします。で、矢印に乗ります。で、そこからまた3段壁キックでスターを取ります。これで、この比較では 0.3 秒程度、案の方が早い結果となっております。この矢印の足場を使うって発想のルートは他にもいくつかありまして、例えば、カゴの裏側から入るようなルートもあります。それがこちらの動画になっております。最初、仕掛け側から登っていきまして、で、矢印に乗ります。で、そこからカゴの裏側を目指します。で、スターを取ると。これで、現行の RTA ルートと比べまして、1秒程度早いタイムが出ております。こんな感じで、いくつか矢印を利用したルートは存在するんですが、残念ながら実際の RTA では使われておりません。その理由は、タイム短縮量が微妙なのに対してリスクが大きいからだと思います。例えば、矢印での移動で落下するリスクがあったり、この先の円の足場で壁キックするんですけど、ここで壁を切れなかったりするといったリスクですね。この円の足場は周期で動いておりまして、ちょうどいいタイミングじゃないと壁キックできない感じです。こういったリスクがありますので、リスクを減らす改善か、もしくはもっと大幅にタイム短縮できる方法があれば、RTA で実用化できるのかなって思います。これが一つ目の案でした。続いて二つ目は、水浸しティ100枚シークレットの坂ルートです。まずは動画から見ていきます。このルートは現行ルートと大幅に異なりまして、木箱4つ目を壊した後から分岐します。ここから分岐ですね。で、最初は10枚箱の方に向かいます。で、この周りのシークレットを回収します。で、この後、青コインスイッチに向かう感じですね。青コインを回収したら、左から登るのではなくて、坂から登ります。で、坂から登る場合は、ホルヘイの方から回収していく方が早いので、こちらから回収していきます。で、この後8枚コインリングを回収します。で、最後に紫スイッチって感じですね。で、最後5つ目のシークレットを回収したら、正面に幅跳びします。で、5枚列を回収して終了と。ここから先は同じなので、ちょっと飛ばします。これで当時の比較で理論上はほぼ同じか少し早いぐらいのタイムでした。ということで、タイム的には問題ないルートで、その上1点美味しいメリットがあるんですね。それは青コインスイッチ付近にいるアメンボを動線上で倒しやすいってことです。現行ルートだと乱数次第でアメンボが変なところにいて、倒しに行くのにロスしたりするんですけど、このルートは左から青コインスイッチに向かうのでロスしにくいっていう美味しいメリットがあります。ただ、こんなメリットがあるにもかかわらず、現在のある程でこのルートは使われておりません。その理由は全体的に難易度が微妙に高いんですよ。そのせいで人間がやる場合だと現行ルートよりタイムが遅くなるからですね。これは2018年当時何名かのプレイヤーに試してもらって判明しました。ただ、このルートにはポテンシャルがあると思うので、難易度を下げる改善だったり、タイムを速くする改善ができれば、ある程度実用化されてもおかしくはないかなと思います。これが2つ目の案でした。最後3つ目は、ねじかける羽マリオの第2の角度保存ルートです。まずは動画から見ていきます。これは1つ目の大砲を終えた後からの話になります。左が案で、右上が現行ルートでヒップで雲に着地する方法。右下が現行ルートで雲の端に直接着地する方法です。一つ目の大砲を終えたら、右の角度を保存して二つ目の大砲に入ります。で、大砲を撃つんですけど、そうすると、右の角度を保存しているおかげで、雲に着地しなくても赤コインを回収できるんですよ。で、最後に雲の赤コインを回収したらおしまいです。こんな感じですね。で、ちょっと飛ばしていきまして、最終的にこの比較では、
ヒップ着地と比べて 3.9 秒、雲の端着地と比べて 2.4 秒、案の方が早い結果となっております。この案はタイムだけを見ても結構良さそうだし、その上2つも大きいメリットがあります。まず1つ目がミスしてもタイムロスにつながらないってことです。この案って大砲を撃つのに失敗すると雲に着地してしまったり、赤コインを取り逃したりしちゃうんですよ。でもそうなった場合は現行ルートのこの2つのどちらかに移行すればいいだけなんですね。つまり失敗しても現行ルートと同等なんですよ。強いて言うのであれば、照準を定める時間が遅いとその分ロスになるって感じです。これが一つ目のメリットです。続いて二つ目が、ポールの赤コインを取りやすいっていうところですね。この案の場合、赤コイン6枚目を取り終えた時点で、程よく失速している状態になります。だから、ポールの赤コイン取りやすいんですね。こんな感じで美味しいメリットがあるし、秒単位でタイム短縮できるので、RT で使われてもおかしくはないかなって思っています。ちなみに動画は作ってないんですけど、ワンスターでもこの案が使えそうな感じはしますね。これが最後、3つ目の案でした。ということで、今回はあと一歩で実用化できる案の第9回をやりました。第10回もやる予定なんで、また次回お会いしましょう。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。